ませ。ありがとうございます。お待たせいたしました。すみません。ありがとうございます。すんごい量ですこれ。いいですね。めっちゃボリュームで、めっちゃ美味しい。いや、そんなでかくないよ。多くはないんやけど。父が亡くなって母が病気になって仕事をしといた方が元気なままの母でおるんで一緒にやろうという決断をしてお待たせしました。ありがとうございます。えあっちをじゃあやってみましょうか。さっき缶コーヒーあげてた。よいしょ。番が遅いから。この天気があんまり良ないね。あ、そうですね。僕はもともとフランス料理をしてたんですけれども父親もそこで働いてたんですけれどもその会社が倒産したんですけどそこからホテルに行ってそのホテルを辞めて東京の方に行ってまたずっとフランス料理を修行しててで10年ぐらい前に神戸のレストランと結婚式場が一緒になった北のガーデンというところに帰ってきてそこで副料理長をずっとやってまして父が亡くなって母が病気になって病気は治ったんですけど、家でずっと元気なくおるんですね。誰とも喋らへんし元気だけが取り柄やった母が元気なくなっていったんでねそれでやっぱり母は仕事をしといた方が元気なままの母でおるんでなので一緒にやろうという決断をして一緒にやり始めたということですね。51年丸々経ちましたんでありますね。僕は生まれた頃からあったんで初めから2人でちょっと一人アラブの人とかお手伝いしてくれる人がたまにほとんど2人です。それも晩遅くまでやってました。10時くらいまでやってましたね。亡くなったのが5年前やからね。それからその1年前ぐらいはできなかったからな6年ぐらいは6年ぐらいはしてないね。母だけでやってた時がありますからね。だから一人でね食べれるようにしたからじゃあここに置いて自分で勝手に入れてもらってお味噌汁も勝手に入れてもらっておかずだけ取って自分で取っていうようなもうセルフの形式取ろうか言うてそんなの方がいいん違うみたいなその持って行ったりねするよりかそういうのが初めしましたよ。なるべく手を自分のあれを動かさないようにして一人やから。他を見てない時はないかなこのお店を。同じ年代にしたらえらい目に遭ってますよ私この年代にしたらね案外ねもう働きすぎ仕込みをやっとったらだいたい12時は回るな1時ぐらいこちらはこちらの担当が私は私のその一品とかかす汁とか関東炊きとかそういうのを作らないあかんからねこちらはもう全部
スープとかでんぷせなあかんから別に仕事は別々なんですけどもうずっと一緒です。もう終わるまでね。でそういうから終わってから掃除やからね。昨日も休みやったけど1時ぐらいまで仕事しとったから夜ね全部仕込みをしてたんですよ。うちのメインは一番よく出るのはカツ飯が一番よく出るんで、カツ飯のお肉をやったりとか、こういう唐揚げとかね、こんな感じでやっております。すごい旨味がある唐揚げになっています。あとはラーメンです。これがラーメンのスープ。ラーメンのスープです。昨日からだしを出しといて、それに豚骨と鶏ガラとを入れて、で最後に野菜をやって作ります。うちのラーメンのスープは。よいしょ。よいしょ。これは待ってくるお客様のお茶です。こうもう昨日から言われてる人がおるってね、予約というか。お客様ははい。結構並ばれるんですか、たくさん。並ぶ時は10人20人ぐらいは待ってもらう時があるので、ありがたい話で皆さんこんなところにね来ていただいて。さっき缶コーヒーあげといたら当たり前。これは今日のまかないなんで。よいしょ。これからちょっと仕事でね。なんでおかずでもね買うてきたものそのままじゃなしにちゃんごぼうとかそんなんでも自分で切って焼き豚とかそんなんでも全部自分がする。それ時間がかかるからね遅くなってしまうんやけどね、やっぱそれがいいんかもしれへんね。手間かけるいうことが。継ぎ足しのやつはカツ飯のデミグラスとかは継ぎ足しやってますし、焼き豚のタレもそうです。関東だけとかのだしとかはずっと継ぎ足して使ってますね。全部継ぎ足しのものですね。一生炊いて、それでまた上で。漬物はね全部私がつけてるんです。今日はね白菜とねかぶの葉っぱとで大根の葉っぱを一緒に混ぜてつけて、あとはこの上にたくあんのせるんですよ。やっぱこういうお漬物もねみんな好きみたいでねつけてるのを言って。スープはもともとレシピはなかったんですけど、父が走り書きしてるやつからたどって自分がもう父の味を覚えてるんで、それをこう自分で研究しながらね。
川クジラが入ってるの、この黒いのが川クジラです。大根、人参、こんにゃく、ちくわ、揚げ、小芋。いい味がこれで塩分が出てるから薄い味じゃないんですね。これだけでももうご飯のおかずにするようにしてますから。昨日の晩から予約して朝仕上がるように一升一升仕掛けといて、それで今一升一升炊いて、それでまた上で炊きます。土曜日日曜日やったら10升ぐらい、1頭ね、大体平日で大体6升から8升ぐらいの間かな。キロで言うたら大体15キロとか1日でですか？1日ですやっぱりお米が大が同じ値段のものもあるので、定食とかのご飯は食べ放題にしてるので、夏飯のご飯も大中小と分かれてて、なくなったらうちの営業ができなくなってしまうんで一応お客様を迎えるために目いっぱいは炊いてるんですけど、ご飯がなくなったら途中で炊くことはできないんで、それで終わりっていうことになってるんで、なんとか足りるようには頑張ってやってます。これは肩ロースです。豚の肩ロースになります。いらない油を落としてます。スープの中に入れていくので、よいしょ。スープも美味しくなりますし、もちろんこの肉自体も野菜の味とかも入っていくので、後でまたタレで煮込むんですけど、その前にまず柔らかくしていくのがですね、醤油で煮込んでいってしまうと身がどんどん締まっていくんで、なので初めにこれで煮込んでいきます。脂身のねあまり多くない、ももの中でも中心部分なんで希少なお肉ですね。柔らかい部分。柔らかい部分ですね。一番しっとりしてるというか、ステーキで食べても食べれるようなところなんで、ただ脂身が少ないから多くないというか、さっぱりしてるように、わざとカツ飯なんで油で揚げるもんなんでね、そういうお肉を使ってるんですけど、油っぽいお肉を使うとどうしても中から油が出てしまって、ご飯とかソースと合わないと思ってるんで。カツ飯が一番人気。そうですね、一番中華食堂ですけどカツ飯も出してるので、提供も早いんで余計かもしれないですね。これだけあります。これがカツ飯用のカツですね。これで50人前なんで100枚あります。100枚。はい、100枚あります。基本的には夜ですね。深夜まで仕事しているので、昨日1時とか2時ぐらいにやってる分ですね。で少し寝かしてる方がパン粉が、しっとりしてクリスピーに上がるんですよね。なので少し寝かしてあげた方がと思って前日に、夜に仕込むようにしてるんですね。衣が剥がれにくいというか、しっかりひっついてくれるんで、よく家庭とかでやったら間に空気が入っちゃってバッて膨らむことないですかね、カツやってたら。それを防ぐために衣と、お肉をひっつけるために前からやってます。少し寝かしてる方がいいのかなと思います。なんか多いですよ。というか、まあ深夜まで仕事しているので、深夜までこれが
1時とか2時ぐらい。これは、カツ飯のソースですね。デミグラスをベースにしたカツ飯のソースになります。加古川のね、ソウルフードなんですけど、カツとご飯とデミグラスベースのソースを一緒にかけて食べる B 級グルメですかね。簡単に言えば。うちの一番人気の商品になってるんですけどですね、50年前からやってるんですけど、50年前からの継ぎ足しのソースなんですけど、それをブラッシュアップして今のカツ飯になっております。お米多いでしょ。めちゃくちゃ多いですね。初めにあれ一緒炊いてるじゃないですか。でそれを先に取っといて、あれはもう焼き飯用なんですよ。でその後に今からは営業に使うご飯を一升一升と上の部分とね。これぐらい結構しっかりめに取ってます。大体80人ちょいって考えてて、土日は100人前ぐらいは作ってます。カツ飯もヘビーなものなのでお口直しというか、で生クリームが結構いいやつなんで美味しいです。来られたお客様1人につき1個つけてる感じになるので、サービスみたいな感じで。よかったら食べてくださいよ。ありがとうございます。出来たてのフルサラダ食べることまずないんで。厚揚げ。はい、副菜で使うやつですね。これは付け合わせ全般に使います。カツ飯もそうですし、唐揚げとか、あとはチョコットセットとかのパスタとかに付けるやつなので、だいたい1日に1キロぐらい、1.5キロぐらいは使いますね。付け合わせを何かつけてあげたいって、サラダだけやったら物足りないと思ってたんで、僕の中では冷めても美味しく食べれるものって考えて自分が出してあげたいなっていうのはパスタとかだったんで、今はお客様が気に入ってくださっているのが和風のアーリオオーリオっていうパスタをしてるんですけど、それを今はずっと定番として出してます。さらにニンニクとか、ネギとか。プリンの豚。した。あ、そう、早した。早っ。さっきした。お母さんこれはおでん盛り合わせで持ち帰りの。これ
はねやっぱり YouTube とかいろんなんで紹介されてるから持ち帰りが多いんですよね。ひねぽんとでこの関東だけはよく出ます。チキンはね薄い味じゃないんです。割と濃いめの味でこれだけでも食べれるような味にしてます。よく旬でるのが好きでいう方はもうこれにこれそう一人前ですね。今度ラーメンとこういうセットもあるからラーメンとおでんのセセッット。トがあるんですよ。好きな人は割とちょこちょこ入れてですよ。これはラーメンの香味油ですね。ニンニクとか、ネギを煮出してるというか。自家製もちろん全部作ってますよ。風味も良くなってプラスアルファラーメンの油分というか油分が足されるんでコクが甘みとかコクとかが増すと思います。これで先に塩コショウの先にすることによってお米にしっかりと塩の味とかをのせるように軽く先に炒めてます。一粒一粒に味をしてあげたいっていう感じですかね。一升4合ぐらい一升4合ぐらい。を今炙ってますね。これが多分今日で予想の、焼き飯ですね。まあ日によって違いますけどね。これはね、水餃子で定食につく分で、こっちが焼き餃子です。うん。
れも醤油です。だし醤油になります。今のは。岡田さんのお持ち帰りがすごいです。下まで行ってます。しょっぱなこれか。5個と2個とあります。5個。ここにが1つ。ラーメンが大それ。そうね、ラーメン代でご飯がなし。オッケー、了解。もう営業よろしいですか。はい。ごめんって。いえいえ、そんなんどうしようもないですよ。はい。お待たせしました。お待たせしました。岡田様どうぞ。どうぞ。お待たせしました。そこで早くしてるから、10時間仕事やからさ。遠いな。マジで。4倍やったら全然いけるよ。おでんとラーメンのおでんお願いします。フライパンくれへん。はい。普通のあれで透明のやつで、大とか中とかそれ聞いといてもらって。
ゃあカリカリのドレッシングよろしくカツ煮のご飯入れといてくれる。入れます。なんでカツ飯はお一人様一人前と、あとはできるもの唐揚げとかね、そういうものとかは表に書いてるんですけど、それは一応受け付けてるんですけど、これな、これカツ煮。はい。カツ煮定食です。はい。ご飯おかわりできます。カツ煮はね、乳製品を入れたラーメンでモーモーです。はい。とりあえずは。とりあえず、はい、とりあえず全部はい、お母さん、あとモーモーラーメン入ってな。麺開けといて。もう一回ね。これやな、一発目。ラーメンと焼き飯のモーモーラーメン変更ですね。はいありがとうございますお待たせしました。はい、ありがとうございます。乗せたよ。味噌汁入れた？一緒に乗せた。あ、一緒に乗せて。何回ぐらい来られたんですかね、千成亭さんには。5、6回ぐらい。お二人様、どんなもの注文されました？カツ煮定食普通に定食。とラーメンセットのモーモーラーメンに変更でお味どうでした？美味しいですファミリー感がある感じですよね。ちょっとアットホームというか。アットホームです。そんな感じです。
はい、いらっしゃいませお母さん、ラーメンのチャーシューちょうだい、そこから。はい、お願いします。飯中のお客様お待たせしました。まだ表いらっしゃる？空いてんのっていうぐらい狭いからびっくりそうやねん、ここ通って通るとき大変ですね。だからね、日がねもうすごいちょっとお尻に当たって火が消えたりねする怒られる。これはい。はい、お願いします。ないね。はい。はい、ラーメンをお持ちのご飯なしで。はい、かつめし。はい。ちょこっと。ちょこっとパスタね。また次、これで一応全部いったから、今のところは。カウンター5、6とこっと。はい、ちょこっとセットのお一人様。はい、ありがとうございます。助かります。お願いします。怒涛ですね。まだあれやから、初めやから。調理はもう一人で。基本的には。でもまあみんなが手伝ってくれてるんであれですけど。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。かつめし中と用意のないのかす汁変化で。はいはい。ちょっとだけさっき買っちゃって。はい。ほんで水餃子が1、2、3。で天津飯が1個取ってます。はい。水餃子結構出ますね。水餃子ね、ちょこっとなんかとか、天津飯とかつけてるから割と出るんです。そこ毎日割としてるんですよ。ちょこっとの水餃子は家でね巻いてるんです。昔からですか？そうです。もう餃子も全部前からもう50年ぐらいずっと同じ味です。これはもうほんまに味は変えてないです。ありがとうございます。ありがとう。まだ天津飯のあれがチャーシュー。はい、いらっしゃいませ。
らっしゃいませ。水餃子お願いしますはいもらいますなんかもう入れてまだ入られてないです。まだ。ガス汁まだです。また入られて。でもラーメンと焼き飯のお客様どうぞお待たせしました。1と1の量ね。1と1の。お母さんごめん。はい。このカーチください。でもお父さんこの人ちゃうの？唐揚げ2個で、じゃあこれ2個で。これがカツ。これが単品の5個の唐揚げ2個で、なんかお母さんは小鉢を適当に分けてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね。食べれそう？お母さんごめん。コーンスターチください。もっともっとガーッと入れて、もっと入れて。オッケーオッケー。こっちも入ってる？ありがとうございました。角煮もらえる？はい。そのまま置いて、そのまま置いて。この間見たけど、大きく広いです。すみません。天津飯のお客様お待たせしました。すごいボリューム。さっぱりやんな。第1けど。すごいボリューミーですね。めっちゃボリューミー。めっちゃ美味しい。何が入ってますか？天使卵入ってますね。ちょっとよろしいですか？半熟入ってる。天津飯の上にチャーシューと角煮ゴロゴロに入ってる。めっちゃさっぱりして美味しいです。さっぱりしてる。さっぱりしてます。全然くどくない感じ。くどくない感じ。僕は何回か来て、こっちは初めて。はい。まあ地元やから。この辺住んでるんで、でも最近ちょっとなんかここに県外からでも来るようなお店があるみたいなので知って、気がついたらもうすごいいろいろ取り上げられてるようみたいな。いやもう全部ボリューミーでそっち食べても美味しいですし、もう片方でも満足なんですけど両方食べると倍満足でまた来たいですね。黙っていい感じしてる。天津飯。あれ天津飯ですね。あれはね、ご飯の中に卵が入ってて、オムレツをベースにした、天津飯で、豚の角煮とチャーシューと乗せてます。すごい肉々しい天津飯です。黒いソースは竹炭で使ったソースなんです。角煮のソースを竹炭で黒くしてます。めっちゃ出るんですか？めっちゃ出ますよ。ボリュームで。全然出ますよ。出へんことはないと思ってた。
お待たせしました。ありがとうございます。さつまいし中カウンター3、4。味噌汁。あ、かす汁あと1個お願いします。水餃子と。水餃子。はい。 2個ずつ出して。 2個ずつ。はい。じゃあ水餃子3つ。 3つ。はい。と関数が2つ。青菜5、6個入ったな。全部。はい、来ました。間違いなくそれは。はい、用意ドン。ありがとうございます。お待たせいたしました。すみません。ありがとうございます。お待たせしました。用意ドンの。後ろから申し訳ないです。ごめんなさい、後ろから申し訳ないです。はい、どうぞ。焼き飯、とんかつ、唐揚げ。そうです。それが用意ドンのセットです。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ギリギリ。ごちそうさまでした。お疲れ様です。次、大お願いします。ありがとうございます。美味しかったですお待たせしました。ありがとうございました。顔拭いとき。美味しかったゆうちゃん。美味しかった。注文されたね。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。反対見てみ。いいの。ありがとうございました。ありがとうございます。どうです。はい、いらっしゃいませ。いっぺんに大丈夫。いや、2個2個やね。2個2個ね。すんごい量です。これ。これで中です。これ中切ったやつ。切ったやつ。はい。普通の中出ます。はい、どうぞ。から置きますね。お待たせしました。美味しいね。結構早い時期に何度か来てたんですけど、今もこの状態で並んでるからね、なかなか来られないんですよ。普通とんかつですやんか。だけどこれは牛カツやもんね。だから薄い牛カツでご飯でデミグラスソース。ソースが味噌ですよね。量かなりボリューミーやと思うんですけど。そうなんね。久しぶりに食べてちょっと、苦しいね。どうもありがとうございます。みや様。みや。水餃子。用意どいけます。これ天津飯もいけます。これある。天津飯そう。唐揚げほら入れといてな。もうないで。このやつはあるから気をつけてな。
はい、いけます。はい、わかりました。次にね。ちょうどこういうぐらい、ぐらいですよね。これありです。ありがとうございました。カツ煮定食のお客様、ご飯のサイズが大中小選べます。いらっしゃいませ。お母さん、天津飯通ってます。用意丼多いんですよ。用意丼だらけじゃないですか。だから焼き飯すぐなくなりますからね。良い丼で大中小選べるんで、大って言われたら結構もりもりなんですぐなくなっちゃう。2つか。大どっちも大か。はい、お願いします。はい、よいよ。すみません、失礼します。後ろから失礼しますね。すみません。どういうのラインになります。すみませんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。これまた飲んでくれる。お母さんはラーメンとおでんのやつできてます。おでんください。おでんます。あ、おでん大や。あ、おでんとラーメンだ。やっぱり男の人が食べにくいです。レディースセットって食べにくいやん。その人しか食べられへんやろ。だからちょこっとセットにしたんです。でも時間無理だから。いや、そんなでかくないよ。多くはないんやけど。自分の中では。多いかな。多くないです。多くないです。200円のお菓子になります。どうもありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。久しぶりやな。カツ飯大にする。普通やったらいけるんだ。中華にしときよ。それでいいか。それでそうか。サンキュー、ありがとう。29年ぶりやから。29年ぶりなんですよ。カツ飯中。なんで知ってるの？あったよなかった。今日たまたまだったんですほんまのたまたまで昨日一昨日ぐらいに明日行くわみたいな感じで。高校時代の高校の同級生です。仲良かったんで。会ってなかったんです全然会ってた。29年ぶりですもん。30年会ってないっぽくないぐらい変わってないですね。全然変わってないって。翔平も変わってへんわ。いやいや、全然変わってないよ。変わってないな。いや、翔平も変わってないわ。はい、そのまんまや。起きますね。3年間も一緒やったらね。ほんまですか？ほんまやで。少なめは好きやろ。少なめやで。そんな。少なめやで、そんな。めっちゃうまいけど、どこが少なめなの？少なめやで。
有名になってなかったら会ってなかったんで、お父さんから LINE 来て「あれ千谷君だ」お店初めてです。初めてなんですね。はい、たまたま休みやったんで行っていいかって言ったら YouTube 入るけどいいかって言われたんで、まあいいやんって言うから来ました。高校ですね。高校3年間一緒やったんで、もうほんま英語ばっかっすね。英語とサッカーして遊んだばっかり。どんな高校生活を送られたんですか。高校生活ですか。はい。そんなに言ったら多分長せんくなるんで。ありがとうございます。どうも。全然変わってないです。今も。はい。ちょっと体でかいんで健康に気をつけて頑張ってください。まあ天才やからな。そんなことないけど昔から。ちょっと色味が違うんですけど、これね3個とこれが5個入ってますから、保冷剤も入ってますから、またはい、またやってください。行方不明な。心配しとったのに。ありがとうございます。また来てよ。全然まだ皆さんで召し上がってください。プリンありがとうございます。ありがとうございます。懐かしい。30年ぶりですからね。なかなか感慨深いものがあったっす。おお、びっくりした。取りますね。よし。わがな、のりこさん、ここに出んねん。あんな感じの子は、ここだからね。そうやね。ありがとうとかね、ごちそうさま、美味しかったですって言われるのがやっぱり生きがいよね。続けるつもりですけどね、僕は。ただここのお店がね、どういうふうになるかわからんけど、わからないからね。このまま行けたらね、駐車場も広いしね、言うことないんですよ。なんでしょうね、全ての料理がお客様に食べて美味しいって言ってほしいですし、喜んで帰ってもらうのをこう目指しながら、今日よりも美味しい料理が明日作れるんだったらそういうふうに作りたいと思ってずっとやっております。ありがとうございます。また来てくださいね。ありがとうございます。